1941年、真珠湾をかけた6隻の正規空母、その最後の1隻が今まさに消えようとしている。この写真をカラーにしてみる。1944年10月25日、フィリピン沖沿岸の岬。天気は晴れだった。7本の魚雷を浴び、艦は最後の時を迎えた。写真を見ると、甲板は左に大きく傾いている。足元には滑落を防ぐためのロープが渡されている。この時、甲板では何が聞こえていたのか。生存者の証言によると、艦内のスピーカーからは、戦闘中ずっと軍艦マーチが流れ続けていたという。よく見ると、万歳の中に直立不動で敬礼する姿がある。彼らが向いているのは、艦尾に翻る軍艦旗だ。軍艦旗は軍艦の魂。沈む前に最後に旗を下ろす。軍艦旗降下の儀式だ。恐怖でも憎しみでもない。沈みゆく艦の上で彼らが最後に選んだのは儀式だった。滅びの美学という言葉が浮かぶ。艦の名は随閣。乗組員は約1700名。この写真の16分後に随閣は海に沈んだ。843名が命を落とした。当時15歳だった近藤京三さんは艦の一番下にいた。衝撃があって電灯が消えた。30度に傾いた真っ暗闇の中で退艦命令が出た。先輩の梅地ペイソが俺についてこいと声をかけてくれた。甲板まではビル4階分の高さがある。真っ暗なタラップを6つ上がってようやく外に出た。艦長の貝塚武雄大佐は退艦を拒否した。艦長休憩室に入り鍵をかけた。艦と運命を共にする覚悟だった。随閣は艦尾から直立するように沈んでいった。海に飛び込んだ者たちは材木にしがみについた。誰かが海ゆかばを歌い始めた。泣きながらの大合唱が海面に広がった。人が固まるとグラマンの機銃奏者が来る。散らばれと古参兵が怒鳴った。近藤さんは後にこう語っている。死ぬ時に天皇陛下万歳なんて言わない。みんなお母さんお母さんって言って死んだ。近藤さんの同期は10人いた。生き残ったのは近藤さんただ一人だった。当時空母は最高機密だった。写真の撮影は厳しく制限されていた。だがこの瞬間は2人の男により奇跡的に残った。報道部のカメラマン飯島正一と大鹿栄太郎。2人は撮影後フィルムを水兵に託した。泳ぎの得意な水兵が海の中でフィルムを守り抜いた。だから今この写真が残っている。随閣は真珠湾攻撃に参加した6隻の空母の最後の1隻だった。赤城、加賀、蒼龍、飛龍はすでにミッドウェーで沈み、姉妹艦の昇格もマリアナ沖で失われた。3年間生き延びた幸運艦が最後を迎えた瞬間だった。この動画では空母随閣の写真をカラーで蘇らせる。収益から沈没まで80年前のあの海にどんな色があったのか。俺が随閣だ。1941年9月25日、竣工直後に神戸沖で撮影された姿である。カラーにしてみよう。全長257メートル、排水量約2万5000トン、最高速度34ノット。搭載機は最大84機。日本海軍が持つ空母の中で最も新しく最も強力な艦だった。随閣は1937年の第三次海軍軍備補充計画で建造が決まった。大和、武蔵、昇格に続く第4号艦として1938年5月25日に川崎造船所で寄港された。翌年の1939年、軍令部から高松の宮信人親王が抜き打ちで造船所を訪れ、工期を半年繰り上げられないかと発言した。実質的には姉妹艦の昇格との同時竣工を求めたものだった。これを受けて工期は3ヶ月短縮された。この決定が結果的に随閣の真珠湾攻撃への参加を可能にした。1939年11月27日に進水。軍令部総長の伏見の宮広康夫、海軍大臣の吉田前後が臨席した。そして1941年9月25日竣工。姉妹艦の昇格とともに第5航空戦隊に配属された。随閣と昇格は日本の軍艦で初めて球状艦首を採用した艦だった。これにより高速航行時の増波抵抗が大幅に減り、計画速度34ノットを実現した。防御力も強化され、策約450キロの魚雷の直撃にも耐えられるよう設計されていた。竣工からわずか2ヶ月半後、随閣は真珠湾へ向かうことに。これは1941年11月14日、
豊後水道で訓練中の随核だ。真珠湾攻撃の3週間前。カラーにしてみよう。竣工したばかりの随核は第5航空戦隊に配属され、姉妹間の昇格とともに猛訓練を重ねていた。艦上攻撃機、艦上爆撃機、ゼロ戦の各隊が宇佐、大分、大村の基地で離着艦訓練を繰り返した。11月16日、随核は呉基地で燃料と弾薬、食料を積み込み、艦上機を全機収容した。いつもなら副長から目的地と寄港地の説明があるが、今回は一切なかった。乗組員は行き先を知らされないまま出港した。佐伯湾にはハワイ作戦に参加する24隻の艦船が集結していた。翌17日、山本井ソロク連合艦隊司令長官が視察に訪れた。各艦船は機動部隊としての行動を悟られないよう、11月18日に時間をずらしてバラバラに佐伯湾を離れた。随核を含む第5航空戦隊は他の艦とは逆に豊後水道を北上し、別府湾で一旦停止した。日付が変わった午前0時に再び動き出し、太平洋を北上した。旗艦の赤荷では航行中に全搭乗員へハワイ作戦が伝えられた。だが随核の乗組員には何も知らされないまま、11月22日、千島列島の択捉島ヒトカップ湾に入った。これはヒトカップ湾に停泊中の随核の甲板から撮影された写真だ。カラーにしてみよう。背景に択捉島の山が見える。艦橋の周囲にはマントレットと呼ばれる断片防御用の布が巻かれている。すでに戦闘態勢に入っていたことがわかる。全乗組員にハワイ作戦が告げられたのは翌23日のことだった。11月26日、南雲機動部隊はヒトカップ湾を出港した。空母6隻、赤荷、加賀、宗龍、飛龍、昇格、そして随核。12月4日、北太平洋。これは随核の防空指揮所から前方を撮影した写真だ。カラーにしてみよう。波が広角砲の方針を洗っている。北太平洋の荒波だ。水平線の向こうにうっすら見えるのは第一航空戦隊の空母加賀。機動部隊は無線風刺を徹底し、北方の航路を選んだ。商船や漁船との遭遇を避けるためだ。当店の北太平洋を12日間ハワイに向けて進んだ。これは真珠湾攻撃前日に撮影された随核の戦闘機体搭乗員の集合写真だ。カラーにしてみよう。飛行帽にゴーグル、革の飛行服。全員がカメラに向かって誇らしげな表情を見せている。明日、彼らはこの甲板から飛び立ち、真珠湾に向かう。まだ誰もこの戦争がどう終わるかを知らない。2列目右端に写っているのは岩本鉄三、1ピソ。この時25歳。後に撃墜数80機以上を記録し、海軍随一のエースと呼ばれる男だ。だがこの日の岩本はまだ実戦経験のない若い搭乗員の一人に過ぎなかった。12月8日未明、オアフ島の北約370キロの海上、午前6時、第一次攻撃隊183機が次々と発艦していった。この写真はその発艦の瞬間を捉えたものだ。カラーにしてみよう。97式艦砲が飛び立つ中、甲板の乗組員たちが万歳で見送っている。この写真は随核で撮影されたものと思われる。だがもしかしたら昇格かもしれない。詳しい方がいたらぜひコメントで教えてほしい。随核は2波にわたって合計58機を発艦させた。第一次攻撃隊は99式艦爆25機とゼ戦6機。99式艦爆の目標はウィーラー陸軍飛行場だった。第二次攻撃隊は島崎重和少佐が率いる97式艦砲27機。島崎少佐は随核の隊だけでなく第二次攻撃隊全体167機の総指揮官を任されていた。現地時間午前7時48分、第一次攻撃隊がオアフ島上空に達した。随核の99式艦爆25機はウィーラー飛行場に向かった。カラーにしてみよう。ウィーラーには約140機の戦闘機が並んでいた。破壊工作を防ぐため翼と翼が触れるほど密集して駐機されていた。だがそれは空からの攻撃には最悪の配置だった。99式艦爆は急降下で次々と爆弾を投下した。この写真は攻撃中の日本軍機から撮影されたものだ。眼下に格納庫が燃え、黒煙がハワイの空を覆っている。わずか数分の爆撃で飛行場は壊滅した。攻撃後のウィーラー飛行場、カラーにしてみよう。整然と並んでいた P40 戦闘機が原型をとどめていない。残骸が折り重なるように積み上がっている。
この写真は攻撃後に米軍が記録として撮影したものだ。ウィーラーでは83機の航空機が破壊された。38名が命を落とし、59名が負傷した。翼を並べて駐機していた戦闘機は1機も飛び立てなかった。午前8時40分頃、第2次攻撃隊がオアフ島に到達した。随角の島崎少佐は97式艦砲27機を率いてヒッカム飛行場に向かった。ヒッカムは陸軍航空隊の主要基地だった。B-17 や B-18 爆撃機が並ぶ大規模な飛行場だ。カラーにしてみよう。この写真は攻撃中の日本軍機から撮影されたものだ。97式艦砲が低空でヒッカム上空を飛んでいる。250キロ爆弾と60キロ爆弾を抱えた攻撃隊が次々と投弾した。背景には真珠湾の軍港から立ち上る巨大な黒煙が見える。第一次攻撃隊が叩いた戦艦軍の煙だ。随角から出撃した58機は全機が帰還した。未帰還機ゼロ。6隻の空母の中で最も新しく経験の浅い随角が幸運な戦争のスタートを切った。この幸運はこの先3年にわたって随角につきまとうことになる。1942年1月20日。これはラバウル攻撃のために随角から飛び立つ99式艦爆だ。カラーにしてみよう。真珠湾攻撃を終えた機動部隊は12月に14日に呉壁島した。だが休息はわずかだった。年が明けた1月5日、随角は再び呉を出港。トラック白地を経由し、赤城、加賀、昇格とともにラバウルへ向かった。1月20日、空母4隻から攻撃隊が発進。ラバウルの連合軍基地を叩いた。主だった抵抗はなく、3日後の1月23日にラバウルは陥落した。翌日にはニューギニアのラエも空襲している。ラバウル攻略後、随角は1月29日にトラック白地へ帰投。その後、アメリカ機動部隊がマーシャル諸島に来襲したとの報を受て、一時出撃するが快適できず、2月13日に横須賀へ戻った。ここで随角はアメリカ軍による本土空襲に備えて待機に入る。館山や横須賀の飛行場で訓練を続けながら次の出撃命令を待った。3月末、随角はインド洋作戦に参加する。これはインド洋に向かう随角の甲板を撮影した写真だ。カラーにしてみよう。手前に並ぶのはゼ戦に1型。後方には99式艦爆が翼を折りたたんで密集している。甲板いっぱいに機体が並ぶ。出撃準備の緊張感が伝わってくる。南雲機動部隊は空母5隻、戦艦4隻、従順7隻を含む大艦隊でインド洋に進出した。目標はイギリス東洋艦隊の撃滅だった。4月5日、機動部隊はセイロン島コロンボを空襲。随角からは艦爆19機とゼロ戦9機が参加した。この日、イギリスの従順洋艦ドーセットシャーとコーンウォールを撃沈。ただし、日本側も7機を失い、うち5機が随角の艦爆だった。初めて随角にはっきりとした犠牲が出た。4月9日、トリンコマリーを攻撃。続けて、イギリス空母ハーミーズを発見し、艦爆85機で集中攻撃した。随角の艦爆隊は14発を投弾し、命中13発、命中率 93%。これは日本軍機から撮影されたハーミーズの最後だ。カラーにしてみよう。甲板は炎に包まれ、艦隊は左に傾いている。イギリス海軍初の正規空母はインド洋の海底に沈んだ。しかし、イギリス東洋艦隊の主力は事前に情報を得て港を離れていた。機動部隊は敵の主力艦隊を捕捉できないまま作戦を終えた。随角はシンガポール沖で他の空母と別れ、台湾の馬港に向かった。だがその日、4月18日、同リットル空襲が発生した。アメリカの空母エンタープライズとホーネットが日本本土を空襲したのだ。随角は急遽出撃し、硫黄島方面でアメリカ機動部隊を捜索した。しかし敵はすでに離脱しており快適できなかった。4月25日、トラック白地に入港。ここで随角は次の作戦命令を受ける。ポートモレスビー攻略作戦、サンゴ海へ向かうことになる。この時点で随角はまだ被弾ゼロだった。真珠湾、ラバウル、インド洋、4つの作戦を戦い抜き、艦隊には一発の弾も当たっていなかった。だがこの幸運は次のサンゴ海で初めて試されることになる。日本海軍が初めて空母を失う海戦だった。1942年5月、随角は昇格とともにサンゴ海へ向かった。ポートモレスビー攻略を支援する MO 作戦。相手はアメリカの空母ヨークタウンとレキシントンだった。5月7日、
最初の衝撃が走る。軽空母商法がアメリカ艦載機の集中攻撃を受けて沈没。日本海軍が初めて空母を失った瞬間だった。翌5月8日朝、ついに両軍の空母同士が正面から激突する。史上初の空母対空母の海戦だった。髄核と小核は攻撃隊を発進させた。艦爆33機、艦砲18機、ゼロ戦18機。目標はアメリカの機動部隊だった。攻撃隊はまずレキシントンを捕捉した。魚雷2本がザネンに命中。爆弾も複数が甲板を貫いた。ザネンの5インチ砲が破壊され、飛行甲板にも穴が開いた。続けてヨークタウンにも爆弾1発が命中した。これは被弾直後のレキシントンの甲板だ。カラーにしてみよう。爆弾の直撃で5インチ砲が破壊され、飛行甲板がめくれ上がっている。だが乗員たちは懸命に応急修理を続けていた。この時点ではまだレキシントンを救えると信じていた。一方、アメリカの攻撃隊も昇格を捉えていた。爆弾3発が命中し、昇格の飛行甲板は大破。発着艦不能に陥った。だが髄核はたまたまスコールの中にいた。雨雲に隠れてアメリカ軍の攻撃を完全に回避した。被弾したレキシントンは一度は火災を鎮圧した。艦長は被害は軽微と報告し、着艦作業を再開していた。だが午後12時47分、艦内に溜まった航空燃料の気化ガスが引火。大爆発が起きた。これは護衛艦から撮影された爆発の瞬間だ。カラーにしてみよう。甲板上の飛行機が吹き飛ばされ、炎と黒煙が吹き上がっている。その後も爆発は繰り返し起きた。レキシントンは全身を炎に包まれ、もはや消火は不可能だった。カラーにしてみよう。艦隊全体から煙が立ち上り、海面を覆っている。午後5時、艦長は総員退艦を命じた。乗員2735名のうち約2600名が救助された。艦長は最後に艦を離れた。午後8時、味方の駆逐艦が魚雷を撃ち込み、レキシントンを処分した。これがその瞬間だ。カラーにしてみよう。巨大なキノコ雲が立ち上がっている。排水量3万7000トン。アメリカ海軍の誇る正規空母がサンゴ海の底に沈んだ。サンゴ海海戦の結果、日本はレキシントンを撃沈し、ヨークタウンに損傷を与えた。しかし日本側も軽空母商法を失い、昇格は大破。そして髄核は艦隊こそ無傷だったが、搭乗員の損害が大きかった。熟練パイロットを多数失い、航空隊の再編に時間が必要だった。この結果、髄核と昇格は次のミッドウェー海戦に参加できなかった。もし五光船がミッドウェーにいたら、歴史は変わっていたかもしれない。この写真はアメリカ空母エンタープライズの写真だ。カラーにしてみよう。対空砲火の黒煙が空に散り、艦から黒い煙が上がっている。1942年8月に14日、第二次ソロモン海戦での一枚だ。ミッドウェーで主力空母4隻を失った日本海軍がガダルカナルの制海権をかけてアメリカ機動部隊と激突した戦いだ。髄核と昇格はミッドウェーには間に合わなかったが、航空隊を立て直し、この戦いに投入された。航空隊を立て直した髄核が次に挑んだのがガダルカナルをめぐるこの戦いだった。空母に向かって急降下する飛行機が映っている。カラーにしてみよう。煙を引きながら突っ込んでいく。9式艦爆だ。その上を魚雷を投下した7式艦砲が通過している。艦の周囲には対空砲弾の水柱が無数に立ち上っている。この艦爆はこの直後、煙突に激突し、さらに飛行甲板に突入した。攻撃を受けているのはアメリカ空母ホーネット。1942年10月26日、南太平洋海戦での一枚だ。髄核の攻撃隊はホーネットに集中攻撃をかけ、爆弾と魚雷を次々に命中させた。ホーネットは航行不能に陥り、最終的に沈没した。アメリカがこの戦争で失った最後の正規空母だった。9個火爆撃で投下された爆弾が飛行甲板に命中するとどうなるのか。この写真がそれを伝えている。カラーにしてみよう。飛行甲板の島型構造物のすぐ後ろで爆弾が炸裂している。この写真を撮影したカメラマンロバート・リードはこの戦闘で命を落とした。髄核の攻撃隊が放った爆弾3発がエンタープライズに命中。飛行甲板は大破し、74名が死亡した。しかしエンタープライズは沈まなかった。応急修理を終え、再び戦場に戻ってきた。海面スレスレを飛ぶ2機の飛行機が映っている。カラーにしてみよう。
97式艦砲だ。魚雷を抱えて戦艦サウスダコタに向かっている。奥に見えるのがサウスダコタ。煙を上げながら全速で回避軌道をとっている。海面に白い鉱石が見える。すでに魚雷が投下されている。同じ南太平洋海戦の一場面だ。ホーネットへの攻撃と並行して髄核の攻撃隊は護衛の戦艦にも襲いかかった。サウスダコタは爆弾一発を受けたが魚雷は全て回避した。この海戦で日本はホーネットを沈め、エンタープライズにも損傷を与えた。戦術的には日本の勝利だった。しかし髄核もまた多くの搭乗員を失った。出撃前のブリーフィングだ。搭乗員たちが地図を手に指示を受けている。カラーにしてみよう。飛行服に身を包んだ若い顔が並んでいる。髄核の航空隊だ。1943年4月、伊号作戦。山本五十六長官が自ら指揮を取った大規模航空攻撃だった。髄核の航空隊は艦を降り、ラバウルやブインの陸上基地から出撃した。ガダルカナル周辺の連合軍艦隊と輸送船団を叩くのが目的だった。しかし戦果は期待を大きく下回った。そして作戦視察のため前線に向かった山本長官は4月18日ブーゲンビル島上空で撃墜され戦死した。艦橋の上に大きなアンテナが据えられている。21号電弾だ。カラーにしてみよう。灰色の艦橋に旭日旗が風にはためいている。ミッドウェー以降、日本海軍はレーダーの重要性を痛感していた。アメリカ軍はレーダーで日本の攻撃隊をいち早く探知し、迎撃態勢を整えていたからだ。髄核にも21号電弾が装備され、約100キロ先の航空機を探知できるようになった。同時に対空兵装も強化された。開戦時は25ミリ力銃が12丁だったが、この時期には数十艇に増設されている。しかしそれでもアメリカ軍の物量には遠く及ばなかった。これは上空から撮影された一枚だ。中央の空母が髄核、爆弾の水柱が立ち上り、両脇の駆逐艦が必死に回避運動をしている。カラーにしてみよう。深い青緑の海に白い鉱石が弧を描いている。1944年6月、マリアナ沖海戦。日本海軍はサイパンに迫るアメリカ軍を迎え撃つため残存空母を集めて出撃した。しかしこの戦いは一方的な惨敗に終わる。日本側の攻撃隊は出撃するたびにアメリカの戦闘機と対空砲火に撃ち落とされた。アメリカ側がこの戦いをマリアナの七面鳥撃ちと呼んだほどだった。髄核は爆弾数発を受けたが沈没は免れた。しかし航空隊はほぼ壊滅。もはや空母としての戦闘力を失っていた。これはエンタープライズの攻撃機から撮影された一枚だ。中央が髄核、右が軽空母髄砲。爆弾の水柱と対空砲火の黒煙が海面に散っている。カラーにしてみよう。暗い海の上に白い鉱石が走っている。1944年10月25日、沿岸の岬、沖海戦。髄核はおとりだった。レイテ湾に向かう栗田艦隊から敵の目をそらすのが任務だ。小沢治三郎中将は空母4隻を率いて北から南下し、アメリカの機動部隊を引きつけた。作戦は成功した。ハルゼー提督は髄核たちに殺到した。しかしそれは髄核にとって死を意味していた。これは戦闘初期の髄核だ。まだ高速で航行している。飛行甲板には迷彩が施されているのがわかる。カラーにしてみよう。煙突から黒煙が上がっている。全速力で逃げようとしているのだ。この迷彩は上空から見た時に艦の輪郭を分かりにくくするためのものだ。しかしアメリカのパイロットたちには通用しなかった。次々と攻撃機が押し寄せてくる。これは攻撃を受けている最中の髄核だ。艦全体から煙が立ち上っている。それでもまだ航行を続けている。カラーにしてみよう。爆弾の水柱が艦の周囲に上がり、飛行甲板の上で火災が広がっている。波状攻撃が繰り返された。魚雷と爆弾が次々と命中した。髄核の乗組員たちは必死に消火と応急修理を続けた。しかし傾斜は徐々に大きくなっていった。これは傾いた髄核の飛行甲板から撮影された写真だ。奥に見える軍艦は軽巡大淀、小沢長官の勝機を映すために近づいてきている。カラーにしてみよう。青い海に灰色の大淀が浮かんでいる。甲板の乗組員たちが見守っている。午前の攻撃で髄核は魚雷と爆弾を浴び、傾斜が止まらなくなった。小沢長官は沈没前に指揮権を移す必要があった。この写真はまさにその瞬間だ。この約3時間後、髄核は艦尾から海に沈んだ。これは第3波攻撃の終わり頃の髄核だ。
傾斜しているが、まだかろうじて航行している。白い煙が尾を引いている。カラーにしてみよう。雲の切れ間から見える暗い海に髄核が一隻だけ浮かんでいる。この写真の約30分後、髄核は完備から海に沈んだ。真珠湾攻撃から3年、6隻の正規空母の最後の1隻が消えた瞬間だった。これは髄核の環境から見下ろした写真だ。傾いた飛行甲板の端で乗組員たちが爆発物を海に投げ込んでいる。カラーにしてみよう。沈む前に爆発物を処分しなければ艦と一緒に爆発する。傾斜した甲板の上で彼らは最後まで作業を続けた。足を滑らせれば海に落ちる。それでも手を止めなかった。この写真もまた報道部のカメラマンが命がけで残したものだ。冒頭の写真に戻る。当時15歳だった近藤京三さんは艦の一番下にいた。衝撃があって電灯が消えた。30度に傾いた真っ暗闇の中で退艦命令が出た。先輩の上出平曹が俺についてこいと声をかけてくれた。甲板まではビル6階分の高さがある。真っ暗なタラップを6つ上がってようやく飛行甲板に出た。甲板はもう海面に浸かっていた。海水浴場と同じだったという。滑り降りるように海に入った。とにかく200メートルは離れろと言われていた。死に物狂いで泳いだ。50メートルほど離れて振り返ると、髄核は直立するように沈んでいった。最後の瞬間、艦首の菊の御紋がキラッと光った。あれだけはまぶたに残ると、近藤さんは語っている。3メートルのうねりが続いていた。間隔は約30メートル。うねりの頂上に上がると、みんなが泳いでいるのが見える。谷に降りると、自分一人だけになる。材木やハンモックに捕まる者もいたが、波に逆らわず、体を預けていた方が体力を消耗しなかった。駆逐艦が救助に来た。しかし、敵機がまだ上空にいた。救助の綱に捕まって引き上げられようとした瞬間、攻撃が来て、駆逐艦が全速力で走り出す。振り落とされた。それが2回続いた。3回目にようやく引きずり上げられた。もう自分で登る力は残っていなかった。午後6時頃だった。近藤さんは駆逐艦若月に救助された。救助に当たった別の駆逐艦は、続きはその夜、追撃してきたアメリカ艦隊に撃沈された。生存者は一人もいない。髄核の乗組員は1712名。そのほとんどが10代から20代の若者だった。843名が命を落とした。近藤さんの同期は10人いた。生き残ったのは近藤さんただ一人だった。髄核は1941年の真珠湾から1944年の遠賀の岬まで太平洋戦争のほぼ全期間を戦い抜いた。6隻の正規空母の中で最も長く生き残り最後に沈んだ艦だった。乗組員1712名。その多くは10代20代の若者だった。15歳で志願した近藤さんのようにまだ子供と言ってもいい年齢の少年たちがこの巨大な艦を動かしていた。彼らには帰りを待つ家族がいた。母がいた。それでも彼らは乗った。家族を守るために、この国を守るために。方法が正しかったかどうかは後の世代がいくらでも議論できる。しかしあの甲板の上で最後まで戦い続けた若者たちの思いだけは疑いようがない。この夜843名が帰らなかった。80年が経った。白黒の中に閉じ込められていた彼らの姿が今カラーで蘇った。彼らが命を懸けて守った日本をもっと良い国にしていくこと。それが靖国で眠る843名への私たちにできる一つの恩返しだと